今年も終わりが近づいてきましたが、いつも通りやっていきましょう。あまりトレンドは追わない世界観ですね。流行りに疎いだけです。オブラートに包みなさい。今回調教する車はベネノ。正しくはベネのイントネーションが思ってたんと違う。これはポルトガル語の発音なのだ。名前の由来はスペイン語らしいけど正しくなかった。ポルトガル語とスペイン語は似ているんだよ。キャプテン翼で学んだ知識。カレックス。ベネのまずは三つ星だ。今回で一気に6つ星まで行くよ。実はこれは去年の動画です。まとめて紹介したかったので出番が遅くなりました。6つ星になったのは今年の12月になってから実に1年ぐらいかかってますね。公開するタイミングを見極めるのは難しい。先日エミーラのタイミングを見誤りました。アップデートを待てばよかった。肝心なところで特有のせっかちだ。まあね、ベネーノはうまくやりますよ。やる。よろしくお願いさしすせそ。名前の由来がスペイン語は分かったけど、どういう意味なんです？言いたいことも言えないこんな世の中です。ポイズンね。つまり毒。ややこしいわ。それでこの画面は何なの？スターアップできたけど、あえてしなかった世界線。シーズンミッションとの兼ね合いで、相手を遅らせるという高な場合があります。なるほど。今回は、特に意味もなくやってみました。意味なかったのかよ。説明するシーンを作るためです。もはや動画ありきでゲームやってる。本質を見失ってる感があります。動画編集もゲームも楽しい。それが一番だわ。突然、キャリアでベネーノの設計図がばらまかれ始めた。このムーブメントは何なのか。某特定宗教法人が絡んでいる。経費はともかく、たくさん設計図を得られるのは嬉しいですね。トークン不要で設計図入手。無課金の強い味方であります。ではキャリアを始めよう。無事に条件をクリアしました。これで設計図を入手できる。成し遂げたぜ。フラッシュ。やはりたくさんの設計図を集めるのは最高やで。当たり前だよな。なんだかんだで星も5つ目ですよ。やりたいことやるべきです。この車が5つ星になったのは5月の末のことでした。そこから星を1つ増やすためになんと7ヶ月近くの歳月を費やすことになるのです。なりー。はい、これから音符を運ぼうと思うんですけど、左の人の残機が減るからやめろ。では高い跳躍から大きく開脚します。ジャンボイは楽しいからお願いします。 M1 の感想はこれぐらいにしてマルチの報酬をいただこう。会話で自由すぎるぞ。当然の権利のように全てを外していきます。クズーンここに極まれり。はい。4回1足りない。さっきのパックで1回でも当たっていれば。そんな都合よくいかないよね。この後実にクズーンらしい結末お見せしよう。面白い。2週間ぶりのマルチ。私はシリーズスコアを貯めた。これで6つ星は確定だ。何がクズーンだったんだ。それはシリーズ終了後の結果。見計らったかのようにパックからベネーノの設計図が出現。あるあるですね。あるあるですよ。長く苦しい戦いだった。動画では3分ぐらいにまとめましたがね。この車について教えてください。端的に言うとクラス S っぽくありません。尖った性能が多いクラス S。その中にあってベネーノはクラス A のような性能です。よく言えば扱いやすい、悪く言えばスペックが不足している。ベネーノは俺が置いてきた。はっきり言ってこの戦いにはついていけない。お前も大概だろ。エゴだよ俺は。それ言いたかっただけでしょ。そうだよ。さて軽くパックを開けてみましょうか。今回のターゲットはストラダーレです。アンロックまで13枚。ゴールに期待しましょう。クズーンがちらついてます。ケイマン、シェルビー、ライボーイレブン、ストラダーレ、ワールカン、ライボーイレブン、シェルビー、アペルタ、ウラ、ストラダーレ。私にしてはいいスタートである。いいスタートのハードル低く。次も底引き回避。これが目標。一路日産、ストラダーレ、ランエボー、ストラダーレ、ライボーイレブン、イオタ、アルフィエリ、ライ、マイバー、ストラダーレ。なんだこれは、たまげたな。クズーンとは何だったのか。この車の特徴は何だい。運転機会がなさすぎて印象がほとんどない。最高速度が圧倒的に不足しています。パーフェクトニトロでわずかに伸びますが乗りやすいとは思います。しかしながら最速を目指す場合は別問題。パーフェクトニトロが肝だけどニトロ管理がシビアになりそうだね。そうだよ。あいやー、ループアプリが終わりました。ルートアプリってなんだよ。自分と競いながら速いタイムを目指す大会です。なるほど、よくわからん。説明無事。さっきからちょいちょいケビンス入ってんね。コンボイの身体能力要チェックや。
実は2位でしたが鍵が取れたので大丈夫だ、問題ない。ノバースクーデリアキャメロングリッケンハウスエフフォーリアサルテスクーデリアキャメロングリッケンハウスケンナオコマーク2ノババババッバ。よーし、鍵を手に入れることができました。やったぜ。トークンも使わず経済的に入手できましたね。ところが私は星を増やしたくなったのです。二つ星だとスペシャルイベントの報酬が嬉しかったような気がする。でもトークンを使いたくない。そこで私は別の作戦を実行することに。お手並み拝見。設計図を得るための作戦、その答えがこのイベントである。6勝で敗退していますね。これが実力と言いたいところですがわざとです。必要な設計図は1枚だけなので勝ちすぎると効率が悪いのです。12勝すると次の挑戦まで1日以上待たされますね。一方6勝なら1日2回の挑戦も可能。だからこそここは挑戦回数を増やすべきです。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。ボスお願いします。ブラボー。嬉しいけど違うんだよな。何度も引いてファルコンを当てましょう。稀に3回負けたのにさらに挑戦できることがあります。実際は敗北数がカウントされるまでにラグが発生していると思われます。何度かリトライするときっちり3回目の負けがつきました。なんとも煩わしい。それじゃあ2回目の運試し。さっき見た。逃れられるカルマ。そろそろ当てたいわね。3度目の正直。フラッシュ、ようやくお出ましか。実際問題2日ぐらいはかかりました。イベント期間中に出てよかったわね。毎回12勝してたらおそらく出てなかった。この車の性能はどんなもんだ。一見するとバランスが良さそうに思える。しかしながらこの車はクラス B。 クラス B でこの性能はまずいですよ。その通り、やはりグラスポあたりが基準になってまいります。ランク3200台ではね。結局は鍵だけ拾っておけばよい。身も蓋もない。そうだよ。それでは最終章カードパックを開けていきますよ。いくいく。阪神関係なさそう。関係ないなら触れないでいただきたい。この車に必要な設計図は1枚だけれども都合よく出るとは限りません。なるほど、メインが複数あるタイプか。欲しいのが出ない時あると思います。出現率は 20%。クズ運には嬉しい配慮だ。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。ボスお願いします。いきなり連続チャレンジャー赤カマロ大棒11異国情緒あふれる乗り物五島暴力ケイマンケルビー SC20。まさか最初から出るとは驚きました。これは嬉しい誤算なのだ。なんとなく星を増やしてみたけどこれといって使う予定はない。アルストンの設計図を入手するついでといった感じです。この後もいい具合にまんべんなく設計図を集めていきますね。よろしくお願いさしすせそ。続けてどんどん行くぜ。乗るしかないこのビッグウェーブに。ウワイラ、ケン・ナオコ、ベンツくん、エリーゼ、グリフィス、アベンタドール、アルフィエリ、マイバー、大棒11。私の本来の姿が隠しきれない。にじみ出るクズーン。まだまだこんなもんじゃないぜ。 GP03。異国情緒あふれる乗り物コズモレンジャー J9 TDF ランエボーポルポルくん G60。ケルビーホネックス。やべえ、そこが見えねえ。溢れ出すクズーン。そろそろ這い上がらなければ。やってやるぜ。イーテンス、アペルタ、マイバー、 SC20。エリーゼ、チャレンジャー、ゼットフィア、ホネックス、チャレンジャー。 SC20。わずかな希望が見えました。引き続き出現率がひどい。やめたくなりますよ。なんか部活カールがフォルクスワーゲン、エリーゼ、チャレンジャー、ウラ、 SC20。グリフィス、イーテンス、マイバー。エッセンサ。これ出現率 20% だよね。疑いたくなるほどのひどい結果であります。もう無理だよ。体力の限界値の無事だよ。ポルポルくん、エボーラ、ホネックス、カールがチャレンジャー、ランエボー、大棒11、 SC20。アルフィエリ、エッセンサ。10% すら超えねこれは千代の富士の引退もやむなし。え。まだだ、まだ終わらんよ。チャレンジャー、アルストン、エッセンサ。イーテンス、カストロ議長、エッセンサ。異国情緒あふれる乗り物カストロ議長、 SC20。エッセンサ。ようやく地獄を抜けたらしい。この調子でよろしく頼む。次にも期待したいものだ。ライン、マイバー、サルテ、エッセンサ。マイバー、センテナリオさん、ヘミヘミコンピューター、 SC20。ベンツくん、エッセンサ。いい感じだで。設計図の種類の偏りはひどい。長寿に合わせの時間だ。カールがアルストン、エボーラ、アルストン、アルストン、グリフィス、グリフィス、スクーデリア、キャメロングリッケンハウス、赤カマロ、エッセンサ。成し遂げたぜ。スターアップもめでたいのですが、なんといってもアルストン、前回の動画にも登場しました。設計図が2枚不足しましたが、これは想定の範囲内です。
この車の特徴をよろしく頼むよ。性能は申し分ない。それは間違いありません。ウラカンにも被験しうる力を持っています。しかしながら着地の挙動がキモい。それに加えて車が長い。角度によっては画面に収まりきらない。性能には不満ないんだけどね。変なところで色々気になる。そして説明を後回しにしたアルストンについてです。設計図は2枚足りませんでしたが、クラブの報酬が活用できそうですね。そうだよ。じゃあ俺ギャラもらって帰るから。最後まで仕事しなさいと言ってみたものの、あとは設計図を獲得するだけです。獲得を阻まれるのクソ生える。うぜえ。またかよ。天丼ですね。3度目の正直、ようやく獲得画面にやってまいりました。フラッシュ。手こずらせおって。でもスターアップできたので OK です。ほんじゃあ最後にこの車の特徴についてです。ハンドリング以外は非常に高水準でしょう。そのハンドリングも平均点ぐらいはあります。ウアイラとの互角にやれそうね。ただウアイラは様々な面でコスパがいい。一方アルストンはまだまだ敷居が高い。設計図の入手方法、必要枚数、アップグレード費用、すべてウアイラに軍配が上がります。化け物か。ゆえに弱くはないけど優先順位もそれほど高くはないかなという感じ。もうアペルタでいいや。これまでの議論が全部無駄になってくさ。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。